こんにちは。今日はですね、最近ソニーさんから発売されたこのフルサイズセンサー搭載の Vlog カム ZV-E1、このカメラなんですが、1週間ほどソニーさんにお借りして使ってみたところ、すごいカメラだったので、ちょっと紹介したいなと思って動画にしました。最初聞いた時はですね、フルサイズセンサー搭載の ZV-E10 みたいなものなのかなと思って、あんまり興味もなかったんですけど、使ってみてびっくりしました。で、今日は簡単にどんなカメラなのかっていう紹介と、私が感動したポイントを5つだけ取り上げたいと思います。もっともっといろいろいいところあるんですけど、シンプルにいきたいと思います。動画の後半では購入するとしたらどんなことを気をつけたらよいのかということを、作例も交えつつお見せしたいと思います。で、最後の部分ではこのカメラを使っていろんな状況で、いろんな撮影してきましたので、どんな映像が撮れるのかっていうのもお見せしたいと思います。で、まずは外観なんですが、見た目は本当に APS-C センサーモデルの ZV-E10 の兄貴分という感じで非常によく似ています。サイズ的には少し大きくなっていますが、フルサイズセンサーカメラとしては非常に小さいと思います。グリップはバッテリーが大きいものが入っているので少し大きくなっています。とはいえ α7 シリーズよりは若干浅く短くなっています。軽いレンズだと気にならないのですが、重たいレンズだと少しフロントヘビーになるかなと思います。で、電源スイッチはシャッターボタンの横にあります。そしてその先にズームレバーがついています。で、これはすごく便利な機能なんですが、ちょっとしたことで動いてしまうので、知らない間にズームになっていることもありますので、少し注意が必要です。ボタンやダイヤルは α7 シリーズよりは少し少ないです。α7 シリーズについているグリップの先についているダイヤルもこのシリーズにはついていません。その分操作はシンプルとも言えます。で、グリップの反対側には様々な端子と SD カードスロットが全て集中して並んでいます。必要なものは全てこちら側についています。で、HDMI 端子はマイクロ HDMI なので、外部モニターを日常的に使うっていうことはあまり想定されてないのかもしれないんですが、外部モニター使いたい方はちょっと気になるポイントかもしれません。SD カードスロットは普通グリップ側についていることが多いんですが、グリップ側についているとジンバルに乗せて使った時にいちいちカメラを外さないといけないので、この左側についているっていうのは非常に便利なのではないかと思います。液晶モニターは最近のソニー機ではおなじみのこの自撮りができるタイプのものがついています。で、若干画素的には上位機種よりも劣るようなんですが、見た感じほとんど違いがなくて、明るい日中でも普通に見ることができました。ZV-E10 の液晶モニターはお世辞にも綺麗とは言えないので、それよりははるかに綺麗に映ります。で、メニューシステムもソニーの最新のものが搭載されています。α7S3 から搭載されているこのメニューなんですが、より使いやすくなっています。右からスワイプしたり、下からスワイプしたりしてメニューを呼び出すこともできますし、その設定自体をタッチスクリーンで変更できるのも非常に便利です。で、シャッター速度とか ISO などの設定もタッチでできますので、ダイヤルとかボタンが少ないんですが、その分、液晶でいろいろ操作できるので、慣れれば問題はなさそうです。マイクは正面についているんですが、話しているその指向性を切り替えたり、話している方向を自動的に検知して切り替えたりすることもできます。確かに声をよく拾っています。そしてこういった風防もついてますので、風が多少吹いても風切り音はかなり少ないです。ただやはり音に関しては外付けのマイクを使った方がより綺麗に収録することができますので、ソニーからも豊富に出ているいろんな外付けマイクを検討してみる価値はありそうです。ではここからは私がしばらく使ってみて感動したポイントを5つだけ挙げたいと思います。まず1番は小型軽量なことです。小さいレンズとの組み合わせでは本当に全体的にすごく軽くなりますので、撮影が非常に楽です。気軽にスイッチを入れてどんどんと撮影することができる感じがします。ちなみにこの状態だとボディがだいたい 480g、 そしてレンズはこのレンズの場合 170g ぐらいなので、合わせても 650g 程度です。それに対して α7S3 はボディだけでも 700g ぐらいありますので、ボディで比較した場合でも 200g 以上軽くなっています。どんなにいいカメラでも大きくて重いとなかなか持ち出すのが億劫になってきてしまいますが、やっぱりこんな感じで小さくて軽いっていうのはね、非常に大きなアドバンテージなんじゃないかと思います。で、2番目に感動した点はやはり動画も写真も写りがね、むちゃくちゃ綺麗です。
α7S3 とほぼ同じセンサーが搭載されているということなので、それと同じような写りなんですが、やはり撮影した映像をパソコンに取り込んで再生した時にはもう目を見張る美しさに感動します。で、3番目に感動した点はシネマティックモードです。これもね、最初はシネマティック、つまりシネマっぽいっていうモードなので、ギミックっぽいなって感じもしたんですけど、これがですね、なかなかいい感じで、色合いとかいろいろね、微妙にコントロールされていると思うんですけども、ほんとこれで撮るだけで何気ない映像でもなんとなくシネマっぽく撮れてしまいます。映像に変化をつけたい方とか、家族の映像なんかをシネマティックに残したい方にはバッチリなモードじゃないかなと思います。もうほんと普段からこれで撮っとけばいいんじゃないかっていうぐらい私は気に入っています。4番目は手ブレ補正です。ソニーのカメラはボディ内手ブレ補正と、さらにアクティブというモードの電子手ブレ補正が搭載されていることが多いんですけど、今回のこの ZV-E1 はさらにダイナミックアクティブという、アクティブのより強力なモードが搭載されています。若干画角がクロップされて狭くなるんですが、とにかくこのダイナミックアクティブがむちゃくちゃよく効きます。ミラーレスで動きながら撮影したことがある方ならわかると思うんですけど、例えば歩きながらとか車で移動中なんかに撮影するともうガクンガクン揺れちゃって使い物にならないような映像も結構あると思うんですけど、このダイナミックアクティブに入れておくとですね、非常に綺麗に撮れます。歩きながらなんか全然余裕です。もうなんなら子供と一緒に片手でカメラを持って走りながら撮影しても、結構使えるんじゃないかなっていうぐらいの映像が撮れてしまいます。これは本当に私ジンバル結構動画で紹介してるんですけど、下手したらジンバルいらないんじゃないかっていうぐらいよく効きます。で、5番目は暗所性能の高さです。当然といえば当然なんですけど、α7S3 と同じセンサーが搭載されていますので、この α7S3 っていうのは暗所ではすごい強いカメラと言われてますので、当然この ZV-E1 も暗所に強くなっています。もう本当に暗いところでも少し光があるだけで非常に綺麗な映像を撮ることができます。こんな感じで夜景も非常に綺麗に撮れますし、花火の撮影なんかも非常に綺麗です。もう非常にこれも暗い中なんですが、ノイズも少なくてですね、綺麗な暗い映像を撮ることができます。もうなんなら街灯も何もない人工的な明かりの何もない海に行っても、もうこんな感じで撮れてしまいます。という以上の5点になります。まとめると、非常に小型軽量で撮影が楽。で、動画も写真も写りがむちゃくちゃ綺麗。シネマティックモードもいい感じに撮れる。そして手ブレ補正がよりすごくなっている。で、さらに暗所性能がすごいので、暗いところでも何でも非常に綺麗に撮れてしまう。ということで、私、個人の結論としては、これもソニーの最新カメラ、例えば α7R5 とか α7-4 とか α7S3 とか、そういったカメラのいいとこ取りの全部入りのモデルかなと思います。非常に贅沢なカメラだと思います。ただし、プロがガチでガンガン使うモデルというよりも、趣味で綺麗な映像を撮りたい。使うか使わないかわからないような機能とか丈夫さ、頑丈さはいらないけど、でも性能は妥協したくない。で、なるべくコスパよく欲しいっていう方にバッチリなカメラなんじゃないかと思います。もちろんプロの方でも用途によっては全然問題なく使うことができるとも思います。最後に、購入する際の注意点というか、α7 シリーズとの違いみたいな点なんですが、若干見てもわかるんですけど、線が細いんですね。なんかちょっと抽象的なんですけど、例えば、ボディがマグネシウムではない、で防滴ではないので、すごい雨の中とかだとちゃんと防水しないと危ないかもしれないとか、あとは冷却ファンがないので、長回しに弱いとかもありますよね。他の方の動画だと 4K60 で長い時間回すと、オーバーヒートして止まっちゃうみたいなのもありました。あとはSD カードスロットが1個しかない。最近安くなってきた CF エクスプレスタイプ A カードが入らないとか EVF がついていないとか、そういったことがちょこちょこはあるんですけど、そんなことどうでもいいというか、そういう部分がどうしても外せないというのでなければ、本当に普通に使う分には非常にいいカメラだと思います。よくできています。
で、α7S3 とほぼ同じセンサー、約1200万画素のセンサーなんですが、今時ね、画素が多いほど高性能だって単純に思っている方もそんなにいないかと思うんですけど、中には写真撮影大丈夫かなっていう心配な方もね、いらっしゃると思いますが、正直なところ、全然問題ないと思います。大きな紙に印刷するような、そういった用途があれば、高画素機とね、比較したりして買った方がいいかなと思いますが、普通に写真を撮ってパソコンの画面とかスマホの画面で見たりする程度であれば、もう全然問題なく綺麗な写真を撮ることができます。やはり動画がメインのカメラなんですけど、ついでに綺麗な写真も撮りたいっていう用途にはもう本当に完璧だと思います。で最初はね、この Vlog カムで30万って、冗談じゃないかと思ったんですけど、こういった内容を考えると、はっきり言ってこれはね、かなりバーゲンプライスなんじゃないかなと思います。ほぼ同じセンサーが搭載されている FX3 よりは20万円ぐらい安いですし、α7S3 よりも10万円ぐらいは安くなっています。その分をレンズに回すとか、マイクとかライトなどの周辺機器を買うとか、そういう風にするのもすごい楽しいんじゃないかなと思います。じゃあ最後にこの ZV-E1 を使って、先週家族でちょっと出かけていろいろ夏休みっぽいことをしてきた映像を撮りましたので、その様子をご覧ください。No one to blame. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stay away. But with you, everything has changed. Even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain? As we're having a fight, say you, say you, say you. I used to give up 100 times. It's never been worth it, but now there is so much to say. This time it is different. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you, everything has changed. Even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Hold me tight in the rain, even as we're having a fight. Say you, say you. Would you call me on the midnight train? Will you come over when nothing's right? Would you hold me tight?